はい、それではよく眠れるかもしれない熱の起源の話、後編っていうことでやっていきたいと思います。で、まず前回のあらすじなんですけど、古くから温度とは何かとか熱とは何かとかそもそも火って何なんだろうなとかっていうところがいろいろ興味津々な感じだったんですけど、例えばアリストテレスは、火の元素っていうものを考えていたし、一方デモクリトスっていう人は火の原子っていうものを考えていましたと。で、古代ギリシャでは熱っていうものを物質と捉えていたわけですね。で、ニュートンさんとかデカルトさんとかの中世ぐらいになってくると、粒子の運動なんじゃないかなっていう考えも、広まってきて、中世ぐらいになると熱っていうのはやっぱ運動なんじゃないのみたいな感じの雰囲気になってましたと。なんですけど、この熱を粒子の運動と捉える考え方っていうのはちょっと複雑すぎたんですね。現代のその物理的な考えで言えば、正しいっちゃ正しいんですけど、ちょっとこれは受け入れられなかったというところになってきて、で一方でジョセフ・ブラックさんっていう人は、この比熱だとか熱容量だとかっていうところの、考えに至って、物質ごとに温まりやすさだとかが違うっていう話ですよね。でここで温度と熱を区別したり、比熱だったり熱容量っていうところを定義してきましたと。でまた熱の捉え方としてこの粘素っていうやつ、フロギストンっていうやつを考える考え方もあったんですけど、これは全然受けなかったですと。でそれと似たようなもので今度はカロリックっていう熱の素ですね、熱素を考える考え方が流行ってきましたと。何らか熱そのものを媒介する物質があるんじゃないかっていうことですよね。で1700年後半くらいになると、このラボアジエが質量保存則の発見とともにカロリック説っていうのを提唱していって、で熱の正体っていうのは熱素っていう物質なんだっていう考えが、この後の時代でも強力に支持されていきますというところですね。ただ一方でこのベンジャミン・トンプソンという人はカロリック説っていうところがちょっと懐疑的で、なんでかっていうとその摩擦熱ですね。カロリックが物質なんだとするとこすった部分が無限に発熱するのおかしくねっていうんで、なんかカロリック以外の何かがあるでしょって思ってましたと。これが1800年に差し掛かるくらいの話ですね。で古代ギリシャから1800年くらいまでをわーっとこう走ってきたのが前編の話ですね。で後編は1800年から始まって、ジェームス・ワットだとかカルノ・ジュール、それからウィリアム・トムソン、ケルビン卿ですねの、熱の探求というか熱力学の開拓というか、そこの話をしていこうと思っていますっていうところ。あとは1800年の後半くらいからはこのクラジウスさんだとかギブスさん、ボルツマン、マクスウェルだとかっていうところで、さらにこの熱力学からもう一つ先に行って、これ統計力学的な話になってくるんですけどっていうところへ発展していきますけど、ここまではやんないですね。あくまでこの1800年から1800年中頃までの話をします、この動画では。でまず体系的にっていうか全体のこの発展の流れっていうところを押さえていくと、熱の起源前編っていう動画でやってきたところがこの超初期の熱理論っていうところですね。でそこから、その次の熱力学の開拓っていうところがこの動画、後編の動画でやっていく内容です。でそこから先に行くと今度は分子運動論だとか統計力学だとかっていうところのセクションに入っていって、でこれどこまで続くかっていうと、最終的にはこのアインシュタインとジャン・ペランっていう人につながっていきます。1905年にアインシュタインはブラウン運動っていう、論文を発表するんですけど、そこで、原子と分子の存在を予想していて、それを実験的に証明したのがジャン・ペランっていう人なんですけど、ここまで話がつながっていきます。っていう話がありつつ、その熱力学の開拓の話ですね、後編は。で、早速行くんですけど、まず、1800年の頭ですね。で、今時代は産業革命へと差し掛かろうとしているんですが、このジェームズ・ワットさんが蒸気機関をいろいろ考えて産業革命が始まったよっていうところは、なんとなく歴史的な流れとして知ってる方が多いんじゃないかと思いますが、ちょっとそこの話を見ていくんですけど、
もともと流行ってたのがこの入庫面の蒸気機関っていうやつがあったんですね。でこれをワットさんが改良してっていうところで普及していくわけなんですけど、そもそもこの入庫面の蒸気機関って何をしたいのっていうと、石炭を取りたいんですね。炭鉱で石炭を掘ってますと。で石炭を取るのに地中深くまで掘り進んでいくわけですけど、どっかでこの地下水にぶち当たるんですね。でこの地下水を抜かないことには、先に進めないんで頑張って抜くんですけど、これ手で頑張って運んでると、バカクソ大変ですと。なのでこういうポンプを使って組み上げようっていうんで入庫面の蒸気機関が出てくるんですね。で元祖っていうかオリジナルの入庫面の蒸気機関ではこんな風に、温めて冷やしてっていうのを繰り返して、そこの膨張と収縮で往復運動を作っていたわけですね。それでポンプとして組み上げていたというものがあったんですが、でこれ問題があって、何かというと、燃費がバチクソに悪かったんですね。で一説によると、その掘り出した石炭の3割から4割くらいを消費しなければいけなかったとかっていう話もありますね。およそ3分の1をポンプに使っちゃうと。それでも手でやるよりはよっぽど良かったんでしょうから、しゃあないっちゃしゃあないんですけど、このシリンダーのピストンで往復運動を取り出しているわけなんですけど、一回温めたものをもう一回冷やして膨張と収縮をやってるのがいかにも効率悪いですよね。でワットさんがこれをどう改良するかというと、細かい機構はさておき、決定的に違ったのは蒸気を押しにも引きにも使ったっていう点なんですよね。こういうなんて言うんですかね、発明家なんですよね、基本的にワットさんって。だからできるだけ温めて冷やしてっていう過程をなくして、温めたもので、押しと引きのその往復運動っていうのを取り出そうとして考えましたと。でこんな感じの複動機関って呼ぶんですけど、を組み込んで、熱を効率よく運用できましたと。でこれによって効率でいうと約 400% 向上っていうところで、使用する石炭が激減したわけですね。でこういう蒸気を活用していろんな装置というか機械を作っていって、でこのワットさんが考えたいろんな発明品っていうのがさまざまな人の手によって研磨されて、蒸気機関っていうか優れた動力機関ですねが生み出されていきますと。いろんな動力機関っていうのが発展していく、この爆発的な発展期っていうのを産業革命、第一次産業革命とかって言ったりしますけど、産業革命と呼んでいますというところですね。でこういうワットさんの、石像だとか石碑だったりっていうのはあったりして、で動力の SI 単位ワットっていうのはこのワットさんから来てますというところですね。なんですけど、さっきも言った通りワットさんはその発明家であって、その理論的なところっていうところを探求していたわけではなかった的な雰囲気があるんですね。なのでこの熱力学的な探求っていうところにはあんまり踏み込めていなくて、でそこでカルノーさんっていう人が出てきますと。でカルノーさんはこの蒸気機関っていうのはまだ進化を発揮できていないんじゃないかっていうところで、さらに進化させた熱機関を作れるんじゃないか、効率をもっと追求できるんじゃないかっていうふうに考えていたわけです。でそもそもカルノーさんの考えの根底っていうのはやっぱりカロリック説なんですね。でカルノーさんがこの時考えていたのは、この熱の動力っていうのはそれを取り出すために使われる作業物質にはよらないよ。でその量っていうのは、熱素が最終的に移行し合う2つの物体の温度だけで決まるんだっていうふうに結論付けていましたと。何言ってんだって話なんですけど、でここまでの理論でいくと、単純に温めて冷やしてっていうその膨張と収縮を繰り返して仕事を取り出すっていうプロセスが多かったわけなんですけど、その圧力だとか体積だとかってそういうところからどう仕事とか効率を定義するのって話にここからはなっていくんですけど、それは最終的に温度だけで決まるって言ってますね。なぜならそのカロリックっていうやつが物質の熱の正体だから、このカロリックのみで決まるんだっていうふうに考えたわけですね。でこういう温度だけで決まるんだっていう考えを、カルノーの定理と今呼んでいます。でまたさらに
仕事はカロリック量のみで決まるんだから、それを取り出す理想過程って決まるはずじゃんって。でこれ何を言ってるのかというと、今縦軸に圧力、横軸に体積を取って、これ PV 線って言いますけど、こんなのを取ってあげた時に、でこっから先は気体を扱っていくんですけど、気体の状態っていうんですかねを表すのに、圧力と体積とそれから温度っていうのを扱っていきます。でも変数がいっぱいあるとわけわかんなくなるから、何かを固定したいんですね。で今は温度を固定します。この空気が、温度20度から変化しないよっていうふうにまず決めて、その時の圧力と体積の関係がどうなるかっていうのを考えますと。でちなみに今ここで言ってる圧力っていうのは、この考えてる対象とする気体が持ってる圧力のことをですね。とした時に、こうやってこんな風になるんですね。温度は20度でずっと固定してあって、左に行くほど、体積がちっちゃくなると圧力は高くなるよね。要は圧縮したような状態ですね。で右に行くほど体積が大きくなって圧力が低くなるよね。膨張したような状態ですね。こんなようなカーブになるんですね。で20度だけじゃなくて40度に固定した場合とか60度に固定した場合とかっていう温度を変えてあげると、こんな風な線が描けますと。で例えばある体積で見た時に、同じ体積なら温度が高い方が圧力が高いし、それか同じ圧力なら温度が高い方が体積が大きいと。これはいいっすよね多分。そのままだと思います。でこんな感じでいろいろ変数がある中で、温度が一定の時の過程を考えましょうっていうのが等温操作とか等温過程って言ったりしますね。でそんな感じで、ある状態量っていうか、温度とか圧力とか体積とかっていうのをどれか1個固定したりして議論したりするんですけど、当然温度を固定する以外のバリエーションもありますと。で例えば圧力を固定すれば等圧操作だし、体積を固定してれば等積操作変化だし、t とか p とか v って言ったりしますけど、これを固定したりして、考えたりしてたわけですね。でこの辺はそのままでいいんですけど、断熱操作というちょっと一風変わったやつがいるんですね。これはどういうことかというと、こんな感じの2つのピストンを考えますと。で左側の方が体積が大きくて、右側の方が体積が小さくなってるようなものですね。で左側の方に例えば、こういう体積だとか圧力だとか温度だとかで決まる気体のエネルギーっていうのを考えておくじゃないですか。で左の状態から、ピストンをギュッて押し込んで、20の仕事エネルギーで押し込んでいった時に、この中に詰まっている気体のエネルギーっていうのは、その20の仕事エネルギーを受け取って120になりましたみたいな。でこの時この中身のエネルギーってやつは、体積、圧力、温度で決まっているので、仕事 W を受け取って、また違う状態になりましたみたいな、こんな感じなんですね。で一方でその逆の変化を考えてみると、例えばこのピストンを押し込んだ手を離してみると、ビョンと元の状態に20の仕事エネルギーを払って元の状態に戻るみたいな、こういう可逆変化を考えてみますと。でここで言ってる断熱っていうのは、左の状態から右の状態にした時に、この圧力だとか温度だとかが高まっているんですけど、これがピストンの外に放熱されることはないですよって考えるんですね。もしこれが放熱されちゃったら、圧力だとか温度だとかっていうのはこうしぼんでいって、でこうなると元の状態には戻んなくなると。でここで言ってる放熱ってやつは熱量 Q でよく表すんですけど、この熱量 Q のやり取りを考えない過程というのを断熱操作と呼んでいます。でまだ内部エネルギーとかの話をしてないんですけど、その熱力学第一法則っていうのを先取りしちゃうと、この熱量 Q ってやつは、デルタ U 内部エネルギーの変化量と、仕事で表す的な雰囲気のやつなので、この放熱量 Q っていうのが0だっていうことは、内部エネルギーの変化量は、この仕事分になるっていうのが断熱操作、つまり内部エネルギーの変化イコール仕事となるような過程のことを断熱操作って呼んでますと。要するにこの気体のエネルギーというか内部エネルギーというか、
の変化分が単純に仕事になってるっていう過程のことですね、断熱操作は。でちなみにこういう操作や、過程っていうんですかねを考えている時には、めちゃくちゃゆっくり時間をかけて径が完全に均等になってるっていう前提で話が進んでいます。何を言ってるかというと、例えばこんな感じでめちゃくちゃ早く過程を完了させてしまうこともできるんですけど、これはダメで、あとはその中の空気に温度にムラがあったり、なんか密度とかにムラがあったりっていうのもダメで、まず時間の概念としてめちゃくちゃゆっくり変化させてるよ、無限に遅くとかって言いますけどのと、あと熱平衡としてはいつだって熱平衡が保たれているよっていうこの2つの概念があるんですね。でこの2つの概念を合わせて、準静的過程って言ってます。なんで準静的かっていうと、完全な熱平衡ってもうイコールそれが静的な状態なんですね。でそれとやっぱり変化させていくっていうことが相入れないんですね。だから過程として、変化っていうのを受け入れつつ、その時々刻々と変わっていく変化の中で常に熱平衡が保たれているよって考える過程のことを準静的過程って言ってるんですね。基本的に熱力学はある状態からある状態への状態変化を論じる学問なので、特に断りがない限りはこの準静的過程っていうのが前提になってきます。どこの断面で切り取っても熱平衡状態があってっていうのがあくまで前提になりますね。で話を戻して、等温操作っていうのはそのままなんですけど、断熱操作っていうやつを今度考えなきゃいけなくて、でさっきも言った通りで温度は変化してもいいんだけど径自体は断熱されてるよっていう過程のことを考えていくんですけど、例えば等温操作で言うと、体積が小さくなったり大きくなったりってした時に熱が逃げてるから温度が一定になっていたり、熱をどっかから吸収するから温度が一定になったりっていう風に考えてるんですね。だから等温操作の線は別にエネルギーのやり取りを禁止してはないんですよ。なんだけど断熱してその外とのエネルギーのやり取りを考えなければこんな風な線になるんですね。こっちの方が直感的っすよね。その膨張と圧縮にその温度変化っていうのが伴っている線ですね、要するに。例えば60度のポイントから20度になるところにかけて、40度分の温度変化が伴う。体積が大きくなるにつれて温度が下がっていくみたいな、そんなイメージですかね。で、それをいっぱい書いてあげるとこんな風になるんですよ。で、例えば A 点から B 点までの過程っていうのは60度から20度までの断熱過程ですみたいな、そんな感じですね。で、こんな感じの等温操作と断熱操作を繰り返して元の状態に戻るような変化経路っていうのを考えてみましょうと。で、それを抜き出すと、こんな風になるんですけど、で、こんな風に等温操作と断熱操作を繰り返して結局元の状態 A っていうところに帰っていく経路を、サイクルって呼んでるんですけど、A から B は等温膨張で B から C も膨張なんですけど断熱されている。で C から D、D から A っていうのは圧縮される過程ですね。でこの時に取り出せる仕事っていうのを考えていきたいんですけど、この P と V の圧力と体積で書いた線のこの面積、積分した面積っていうのが仕事になるんだっていうところは一回飲み込んでもらいたいんですけど、そうなんだと思ってもらって、これが膨張にかかる仕事なわけですね、ここに書いた面積が。で一方で圧縮にかかる仕事っていうのがここの線で圧縮過程のこの線で書かれる積分の面積なわけで、結局この膨張していく時と圧縮していく時の差分のここのサイクルの内側の面積ですねが取り出せる仕事になりますと。で要するにって話で、このサイクルで取り出せる仕事効率っていうのはこんな風に定義されるんですね。つまり最初にカルノが言った通りで、2つの熱源の温度だけでその熱効率っていうのが決まるんだっていうのがカルノが求めた熱効率で、このサイクルをカルノサイクルと呼んでいます。で例えば100度の熱湯と、常温の水20度の水から、仕事を取り出す装置を考えるとすると、その熱効率っていうのは 22% になりますと。で最終的にここの話はもう一段階掘り下げるんですけど、これの話が、重要な熱力学の法則の礎っていうか基礎になってるわけです。
でちなみにで言うとこのカルノーサイクルっていうのはエンジンとか内燃機関に利用されていたりはしますね。でそんなこんなで、1800年頭から、ワットさんが蒸気機関っていうのをいろいろ発明していって、その効率を追求するっていうのをカルノーさんが1800年の20年30年くらいまではそういうことをやってきましたというところがここまでの話ですね。要は熱っていうのを単なる現象としてっていうか興味としてっていう話じゃなくて、エネルギーとしてっていうかテクノロジーとして効率よく運用する時代が幕を開けたわけですね。でまた時代はちょっと進んで1840年くらいに行くんですけど、ここでジュールさんっていう人が現れますと。でカルノーさんの、理論は正しそうなんだけどなんかちょっとっていう感じだったんですね。でまず次のようなことが経験的に知られていて、単純に気体を膨張させる場合ですね。これって気体が膨張すると温度が低下するっていうのは経験的に知られていたわけなんですけど、これがどうしてっていうと、カロリック説的にはその膨張の選熱っていう概念があったんですね。気体の膨張に伴ってそのカロリックが潜在化していく、消えていく、見えなくなっていくっていうふうに考えていたんですね。でまたそのカルノーの理論によればカロリックっていうのは、温度が高いところから低いところへ移動してその時に仕事っていうのが出てくるんだけど、カロリック自体が消失するっていうことはないですよ。恒久的な物質っていうふうに考えていたんですけど、ジュールさんはその考えがちょっと懐疑的で、というよりも熱自体が仕事に転化してんじゃないのっていうふうに考えていたわけですね、根本的に。でジュールさんが行った有名な実験を一つ見てみるんですけど、こんな感じで部屋が2つあって、仕切りで仕切ってありますと。で片一方には気体が詰まっていて、片一方は真空になってますと。でこれ仕切りを外すんですけど、仕切りを外すと、片一方に入ってた気体っていうのは、真空の空間にバーッと、飛び出していくわけじゃないですか。でこの時気体の温度がどうなりますかって話なんですよね。なんか直感的には温度が下がりそうですよね。なんだけどこれ気体の温度っていうのは変化しないんですね。もちろん完全な真空であればですけどね。で完全な真空であるということはこの気体が受ける仕事がゼロだっていうことを言ってるんですけど、要はその気体がどういう状態であれ仕事を受けるだとか受けないだとか、仕事をしない限りは温度は変化しないっぽいなっていうのはこの実験でわかるんですね。でちなみにこういうのを自由膨張って言いますし、この変化っていうのは不可逆で、非平行過程ですね。これは、ゴリゴリの非平行の変化ですね。だから下の状態から上の状態に自然に戻すことは無理ですね。でこれはふーんって思ってもらって、でもう一つこのジュールの実験っていうのを見てもらうんですけど、一方でそのジュールは熱量をちゃんと定量化しようっていうふうにいろいろ試みてみたんですけど、電流を流すと発熱するっていう現象は知られていたので、これを実験的に定量ができないかっていうふうにやってみるんですね。でやることはシンプルで水を温めようとするんですけど、ですでにブラックによって熱容量だとかっていうところの概念はもう確立してるんで、単純に流した電流だとか電線の抵抗だとか、それから水が温まる速さだとかっていうところで熱量と、電流と抵抗の関係って分かるんで Q イコール I 乗 R っていうところで、これが有名なやつですよね。ジュールの法則。多分中学校とかで習うようなジュールの法則ですけど、実験的に、経験的にこのような関係になるっていうことを求めましたと。なんですけど、熱がこんな法則で出てくるっていうのは分かったんですけど、じゃあこの熱が一体どこから来たんですかっていうところの疑問は残りましたと。そんなわけなのでコイルを使った実験をすれば突き止められるんだって考えたわけですね。でこれはどういうことかっていうと、コイルの中で磁石を動かすと電流が流れるっていう現象は知られていて、これを誘導電流って呼んでるんですけど、これはもう知られているんですね。なので単純にこの誘導電流を使って電流を起こしてあげて、それの温度を調べてみましょうって考えるわけですね。でカロリック説が正しいんだとすると、どっかしらからカロリックっていうのが供給されているはずなので、ジュールの法則っていうのが成り立たなくなるんじゃないか。逆に言うと、ここでジュールの法則っていうのが成り立てばカロリック説がおかしいんじゃないかっていうふうに考えるわけですね。でこんな風に
外側から機械的な仕事は入れるんだけど、熱のやり取りっていうのがないようにして、単純な誘導電流だけで電熱線を温めるっていうことをやりましたと。で、直感的になんとなくわかるとは思うんですけど、当然誘導電流によって発電っていうか発熱して、水もコイルも全部あちあちになるんで、やっぱりジュールの法則って成り立つよなっていう話になるんですね。そうするとやっぱりカロリックっていうよりかは、なんかどっかからやっぱ熱が供給されてんだろうなって話になるんですけど、どう考えてもその機械的な仕事っていうのが入って、これが熱に変換されてんだろうっていう風な発想になるわけですね。この機械的な仕事がなけりゃ熱っていうのは出ようがないんで。で、こんな風にして、ジュールさんは熱量だとかエネルギーっていうのを定量化を試みていたんですね。で、現在採用されている SI 単位系で言えば、100g の重さのものを1メートル持ち上げる仕事っていうのが、これが1ジュールっていう風に定義されていますと。名前の通りジュールさんの功績を称えてのことですけど、こういう風に定義されていますと。で、100g の物体が自由落下するときにかかる力っていうのが1ニュートンなわけなので、1ニュートン ×1 メーターで1ジュールっていう風に定義されています。要は、力学エネルギーと熱エネルギーっていうのが結びついてるってことですけど。で、電流との関係とかっていうのも調べていたわけなので、こういうのってただ単にエネルギーが形を変えてるだけなんじゃねえのっていうところまで発想がいって、エネルギーの保存性っていうのがなんとなく見えてくるんですけど、で、これが素晴らしかったんですけど、なんだけれど、このジュールの考えとか実験結果っていうのは世間には全く受けず、一般には認められなかったんですね。残念なことに。で、そこでウィリアム・トムソンっていう、ケルビン卿ですね。が出てきて、いや、これすごいでしょっていう風に、注目するわけですね。で、トムソンはこのジュールの研究に興味を持って、再発表というか、なんか親交も深かったみたいですけど、次第に、ジュールに賛同する人間っていうのは増えていって、で、最終的にはジュールは王立協会の会員になるにまで至るくらい、知名度が上がっていくんですけど、で、一方でカルノーの研究にも強い関心を持ってて、こっちもすごいでしょっていうふうに思ってたんですね。というわけなので、1840年くらいまでにはすでにその今の熱力学を支えているような重要な法則っていうのはなんとなく見えてくるんだけど、それがまだ理論として統合されてないというか、理論体系だってないというか状態だったんですけど、1850年くらいに、ウィリアム・トムソン、ケルビン卿が出てきて、そういうのがなんとなく紐づいていきそうな感じになってくるんですね。で、熱力学の開拓の話になっていって、で、このまずウィリアム・トムソン、ケルビン卿っていう人がどういう人かっていうと、ケルビンっていうと、絶対温度の単位を思い浮かべる人は多いと思うんですけど、で、ケルビン卿はその電磁気学とか流体力学とか、もういろんな古典物理の、ほとんどの分野に精通していて、600を超える論文を発表したっていうことで有名で、何でも屋さんなんですね。地学もそうだし、っていう結構やばい人なんですけど、で、さっきも言った通りで、1849年にはこの亡きカルノーの理論っていうのを再発表するんですけど、カルノーさんっていうのが1832年にしてるんですけど、再発表したり、あとはその一方でジュールの理論っていうのも否定せずに同時に取り上げていきますと。で、そういったこのトムソンの働きもあって、熱量を定量的に捉えようとしていたジュールの研究っていうのは世間に受け入れられていくんですね。で、エネルギーとしての取り扱いっていうのが浸透していきますと。で、このジュールとトムソンの働きもあって、後にこのヘルムホルツだとかロベルト・フォン・マイヤーだとかっていうところに、このエネルギー的な取り扱いっていうところが響いていって、で、ヘルムホルツもマイヤーも各々がこのエネルギーの保存性に関する論文っていうのを発表していって、最終的にこれがエネルギーの保存則っていう風に確立していきますと。で、この保存則っていうのは熱力学的には、次のように表現されますと。文字ばっかであれなんですけど、大事なので一回読むと、熱の作用によって仕事が生み出される全ての場合に、その仕事に比例した量の熱が消費され、逆に同量の仕事の消費においては
同量の熱が生成されるっていう、まあ何言ってんだって感じなんです。熱力学のなんかこういうのってすげえ何言ってんだって感じのやつが多いんですよね。頭がバグるような言い回しが多いんで一個一個ちょっといくんですけど、熱の作用によって仕事が生み出される。単純に高温の熱源と低温の熱源とそこの間に、熱機関っていうのがあって、そいつが熱の温度差によってある仕事を生み出しますと。これは別にいいじゃないですか。で、そういう仕事が生み出される場合、その仕事に比例した量の熱が消費されるって言ってるんですよね。だからカルノーが言うように、その高温から低温へカロリックが流れていって、そいつは恒久的な熱素っていうカロリックっていう物質であって、その時になんか仕事が出てくるんだっていうわけではなくて、その仕事に比例した量の熱が消費されますというふうに考えましょうって話なんですね。で、逆にっていうところはそれを逆方向にやってるだけです。熱機関にある仕事っていうのを与えてあげれば、低温の状態から高温の状態にすることができますよ。逆を言ってるだけですね。そんなわけなので、高温から低温へ行って熱を吐き出させたり、熱を与えて低温から高温へ動かしたり、そういうのができますよ。で、この時にこの熱機関っていうか、対象とする系っていうんですけど、システム、そこにあるエネルギーを内部エネルギーっていう風に呼ぶんですね。で、この内部エネルギーっていうのを物理量で定義すると、そのデルタ Q とデルタ W、要は入ってくる熱量だとか出てくる熱量だとか、それからそのやり取りする仕事だとかっていうところが保存されてますよっていうある一つの状態量として定義するんですね。で、おそらく言ってることが分かるような分かんないような感じだと思うんですけど、当たり前っちゃ当たり前なんでね、直感的にそんなに難しいことでもないとは思うんで、そんなイメージでいいとは思います。で、こんな感じの熱量と仕事の保存性に関する法則的なやつを熱力学の第一法則って呼んでます。で、要はジュールが、熱量っていうのを定量的に捉えようぜみたいな話が受けなかったんだけど、ケルビン教がいやこれ面白いじゃんってなって、その熱量っていうのを定量的に扱おうぜみたいな話がこう浸透していって、エネルギーの保存則っていうのにつながっていって、で、熱力学に対してもこの仕事とか熱量とかのやり取りっていうところで、ちゃんと保存性っていうのがあるんだよっていうのが、熱力学の第一法則の、同質のところですね。同質というか、概念として確立していったって話ですね。で、また一方で、このカルノーの研究にも興味を持っていたわけなので、このカルノーサイクルとか熱効率っていうところに、興味を持って、1849年にカルノーの理論っていうのを再発表するんですよ。で、一方でそのジュールから端を発したこの熱力学の第一法則っていうところも、うまいことこう調和させつつ、ケルビン教はこんな風な、原理というか、こんな風に思ったわけですね。で、これも大事なんで一回読むと、一つの熱源から正の熱を受け取り、これを全て仕事に変える以外に何の変化も起こさないような熱力学サイクルは存在しないよって言ってるんですね。これも何言ってんだって感じですよね。これもだいぶ何言ってんのかわけわかんない感じの表現になっているんですけど、これをもう少し言い換えるとって話で、これ自分が勝手に言い換えているんですけど、受け取った熱を全て仕事に変換すると、熱とか仕事の変化の他にも必ず影響が出ますよとか、単純に仕事を全て熱に変換するのは不可逆だとかっていう、その不可逆性を言ってるんですね、これって。で、こういうのを、トムソンの原理とかケルビンの原理って言ったりしてますね。文字だけだとだいぶ何言ってんだって感じなんですけど、要するにその第一法則でエネルギーの保存性があるんだとしても、それを、熱を損失なく変換することはできないっていう風な話なんですよね。だってそのせっかく保存性があるっていう話になってきたんだから、その永久期間的なやつが、作れんじゃねっていう発想になるじゃないですか。でも熱を損失なく変換するっていうのは無理だよって言ってるのがこの原理ですね。で、これはトムソンの原理以外にも、例えばクラジウスの原理って言って、低温の熱源から高温の熱源に正の熱を移す以外に他に何の痕跡も残さないようにすることはできないよ
これも結構何言ってんだって感じで、文章的に結構難解だと思うんですけど、同じことを言って同じようなことを言ってて、それからオストワルドの原理って言って、第2種永久期間は実現不可能であるっていうのも一つ原理として提唱されていて、第2種永久期間っていうのが一つの熱源から正の熱を受け取って、これを全て仕事に変える以外に何の痕跡も残さないような期間、これも割と普通のなんつうか同じことを言ってんですけどね、結局全部。とにかく熱を全て仕事に変えるって無理だからって話なんですよね。でこういうなんとかの原理っていうのが、熱に関する重要な経験則で、熱から仕事を取り出す行為がとにかく不可逆なんだ。で熱エネルギーを取りこぼしなく完全に変換できるっていうのは無理なんだ。とにかくこういうことを言ってるんですね。となってくると、そもそもその変化の方向性になんか決まりがあるっぽいなみたいな雰囲気のことを言ってるんですよね。でよくある例で、温めたお湯が常温普通の自然に冷えていくじゃないですかっていう話で、でもこれがその何もしてないのに急に温まることはないですよねって。そのエネルギーの保存的な理屈でいけば、別にこの常温っていうか普通の空間の空気が冷えていって水が急に暖かくなるっていうことは別に保存則的にはあり得ていいはずなんですね。でも当たり前ですけど、そんなことは起きなくて、そういう当たり前に起きる変化の方向性っていうのがあるよねって話なんですけど、だから変化の方向性が決まってるんだから永久期間ってないんだよねみたいな、そんな話になってくるんですけど、でこういうのが熱力学の第二法則って呼ばれてますね。後々こういうのをエントロピーっていう量で扱っていくんですけど、その方向性を示すだとか、そういう話を熱力学の第二法則って呼んでます。でだいぶ喋ってきたんですけど、最後に、絶対温度の話だけしとこうと思います。でこの絶対温度っていう概念が導入される前はっていうか、今も使ってますけど、セルシウス温度だとかファーレンハイトっていう温度、C とか F ってやつで、温度っていうのは使われてますと。でこれはその温度差で使う分には問題がないんですよね。例えば熱量の計算にはこの熱容量と温度差っていうところで熱量っていうのを考えていたんですけど、こういう風に使うには問題ないんですが、で一方でカルノが熱効率っていうのを定めていたんですけど、ここに登場する温度っていうのはセルシウス温度とかってそういう尺度のものではないんですね。例えば熱効率を考えた時に、低温の熱源がセルシウス温度で0度だっていうと、効率 100% になっちゃうんですけど、っていう意味で、セルシウス温度だとかっていうところの温度は使えなくて、逆に言うと0ケルビンであれば理論上 100% になるんですけど、じゃあセルシウス温度とかファーレンハイトっていうやつの温度が使えないんだとすると、何を使っていたのっていう話になるんですが、そもそも気体の状態量っていうのを扱っていたんですね、今まで。でその気体の状態量を扱うところの話を全部すっ飛ばして今来ちゃってるんですけど、一つシャルルの法則っていうやつがあって、縦軸に対して横軸に温度っていうのを取ってあげて、圧力が一定なんだとすると、理想気体において体積と温度が比例するっていう法則ですね。で理想気体が何かというと、圧力が温度と密度に比例するだとか、気体を構成する個々の粒子の大きさが無視できるほど小さいんだとか、粒子間の引力、ファンデルワールス的な、引力が働かないんだとか、そんなような仮想の気体っていうのを考えてて、これは実在する気体とはまた別のもので、考えていたわけですね、理論を。でこの時にその気体の状態量っていうのを考えていた時に、その関係から求まる温度っていうところから、こういう熱の効率だとかっていうところの温度に当てていたわけなんですね。でそうなってくると、やっぱり温度の尺度っていうのがもう一つ欲しくなってきて、例えば物体 A っていうのがこういう風になるとして、あとまた別の物質でやった時にその体積と温度の関係っていうのはこういう風になっていったとして、で温度っていうのは、理論上どこまででもいけるはずなんですけど、そのある物質それぞれの物質で考えていった時に、その1位に定まる温度っていうのがなんかありそうだと。この時代の時点の物理で言うと、分子だとか原子だとか、そいつの1個あたりの運動エネルギーだとかっていう概念はないんですけど、多分ですけど、この物質に依存せず決まる温度っていうのが
極限の温度だっていう発想はあったんじゃないかなって個人的には思っていて、とにかくその物質に依存せずに定まる温度っていうのを基準とした温度を、もう一個定めようやっていう話ですね。そんなわけなので、物質によらず定まるこの温度っていうのを0と定めて、もう一個新しい温度の尺度を持ちましょうと。で、例えばセルシウス温度っていうのは、水が凍るとか水が沸騰するっていうところを0、100にとって、それを100等分して、そこからで考えるとマイナス273度分オフセットしてるんですけど、そのセルシウス温度でいうところのその分割っていうんですかね、その幅は別に1度は1度でいいんだけど、273度分ガツッとオフセットさせたところを0に取る温度の尺度っていうのを考えましょうって話ですね。だからある意味そのセルシウス温度の考え方の文字通り延長線上ではあるんですよね。その1度の定義っていうのが変わんないっていう意味で、これを今では絶対温度と呼んでますって話ですね。逆に言うとその温度0でカルノの熱効率が100度になるような温度尺度でもあるとも言えるんですけど、でこの現代でいう絶対温度を、ケルビン卿にちなんでケルビンと呼んでいて、でこれを熱力学温度って言ったりもします。でこれに対して、セルシウス温度だとかファーレンハイト、摂氏華氏っていうのは経験温度と呼んでいます。という感じで、ジュールさんが、熱量を定量化していったっていうところから、ヘルムホルツだとかマイヤーさんっていうところにつながっていって、ここで熱力学の第一法則っていうところにつながっていくと。で一方でそのカルノーさんの理論を、ケルビン卿が、再発表して、でクラジウスさんだとかっていうところのその原理っていうところにつながっていって、熱力学の第二法則っていうところにつながっていきますと。これが1800年後半くらいの話です。でこの動画としてはここまでなんですけど、もう一回その全体の話に行くと、1800年から1800年50年60年くらいまでで熱力学っていうところが開拓されていって、でここから先は、1800年50年から、60年70年と、分子運動論っていうか統計力学的なものにつながっていきますと。クラジウスさん、ギブスさん、ボルツマン、マクスウェルだとかっていうところにつながっていって、最初に言った通りそこからは、ブラウン運動っていうところにつながっていって原子とか分子っていうのが実験的に証明されていきますっていう、1900年から、そういうところにつながっていくっていうところですね。はい。っていうところで、統計力学的な話だとか原子的な話っていうところはまた機会があれば、やっていこうと思っていますというところですね。はい。というわけなので、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画も見ていただけたら嬉しいです。それからチャンネル登録、高評価していただけると、また次の動画も頑張るかっていうモチベーションにもなるので、していただけたら嬉しいです。それじゃあまた次の動画でお会いしましょうっていうところで、じゃあね、またね、バイバーイ。